今回は日本人の貯金文化についてじっくりと取り上げてみたいと思います。日本人はお金を貯めるのが好きだという話をどこかで聞いたことがある人もいるかもしれません。実際、日本人は貯金が美徳とされるような価値観を長い歴史の中で育んできました。消費を楽しむよりも何かに備えて貯めておくことの方が大切だという考え方が今も多くの人々の中に根強く残っています。とはいえ、時代は変化しています。かつては当たり前だった節約して貯めるという生活も、現代の若者の間では必ずしも主流とは言えなくなってきました。今回は、そうした日本人の貯金観、実際の平均貯金額、世代ごとの傾向、投資との関係、そして世界の中での位置づけなど、幅広く触れていきたいと思います。まず最初に、日本人の実際の貯金額についてお話しします。2024年の統計によれば、日本の1世帯あたりの平均貯蓄額はおよそ1800万円と言われています。これを聞いて、そんなに持っているのか、と驚く人もいるかもしれません。しかし、これはあくまでも平均であり、実際には大きな差があります。特に高齢者世帯の貯蓄額が平均を押し上げているという背景があります。60代以上の世帯は、定年まで長く働いてきた経験があり、退職金などのまとまった資産を保有していることが多いため、貯金額も自然と多くなります。一方で、若年層の貯金額は決して高くありません。30代の平均は約500万円前後、40代では800万円程度。さらに、貯金が全くない、または100万円未満という世帯も決して珍しくありません。生活費を稼ぐだけで精一杯という人も多く、将来に備えて貯金をする余裕がないという声もよく聞かれます。では、なぜ日本人はこれほどまでに貯金を重視するのでしょうか。その背景には、いくつかの社会的、文化的な要因があります。まず第一に挙げられるのが、将来への不安です。日本には公的年金制度があり、一定の年齢になると年金を受け取ることができます。しかし、少子高齢化の進行によって、年金制度の持続性には大きな疑問が投げかけられています。若い世代の中には、自分が老後に年金をもらえる保証がないと考えている人も多く、その結果、早いうちから自助努力で貯金を始める人が少なくありません。また、医療や介護の費用も重要な懸念事項です。日本では国民皆保険制度が整備されているとはいえ、高額な治療費や長期入院に備えて一定の資金が必要となる場面があります。さらに、親の介護費用や自身が高齢になった時の施設入居費など、人生の後半における経済的負担を見越して、若いうちから貯金を始める人が多いのです。さらに、日本特有の教育費も見逃せません。義務教育までは比較的安価に済みますが、高校、大学と進むにつれ、特に私立校の場合は学費が大きな負担となります。大学4年間で必要な費用は、学費や生活費を含めて500万円を超えることも珍しくありません。子供を持つ家庭にとって、教育費のための貯金は極めて重要なテーマです。このように、老後、医療、教育といった人生の大きな局面でまとまったお金が必要になることが、日本人が貯金に対して強い意識を持つ理由となっています。一方で、近年は投資に対する関心も高まってきました。かつての日本では、投資危ない、ギャンブルのようなものというネガティブなイメージを持っている人が少なくありませんでした。しかし、政府が貯蓄から投資へというスローガンを掲げ、個人の資産形成を支援する制度を整えてきたこともあり、状況は徐々に変化しています。例えば、積立 NISA やiDeCo、個人型確定拠出年金といった制度は、税制優遇を受けながら少額から投資を始められるため、特に20代、30代の若い世代を中心に人気が高まっています。とはいえ、投資にはリスクがある。損をしたくないという慎重な姿勢はまだまだ根強く、多くの人にとっては、貯金が基本
投資は補助的という意識が主流のようです。ところで、日本の貯金文化は世界の中ではどのような位置にあるのでしょうか。世界的に見ると、日本人の現金重視の傾向はかなり特徴的です。アメリカやカナダ、オーストラリアなどでは、クレジットカードを利用して支出を管理し、同時に資産を株式や不動産に投資することが一般的です。ローンの活用も日常的で、借りて返すという考え方が浸透しています。一方、日本では借金をしないことが美徳とされる傾向が強く、クレジットカードよりも現金、ローンよりも一括払いを好む人が多いのが現実です。キャッシュレス決済は近年ようやく広まりつつありますが、高齢層を中心に現金が安心と感じる人が依然として多く、ATM に並んで現金を下ろす光景は珍しくありません。このような日本の貯金文化は、戦後の高度経済成長期に培われた堅実さや倹約の精神にも通じるものがあります。特に団塊の世代やその親の世代では、働いて、貯めて、備えるという価値観が当たり前のように教えられてきました。それが家族や社会の中で代々受け継がれてきたことも、現在の貯金重視の文化を支えている要因の一つです。一方で、時代は確実に変わりつつあります。終身雇用の崩壊、非正規雇用の増加、低金利の長期化、そして物価の上昇、これらの要素が組み合わさり、若い世代にとっては、貯金をしたくてもできない、貯めてもお金が増えない、といった現実が立ちはだかっています。その結果として、今の生活を楽しむ、経験にお金を使うといったライフスタイルを選ぶ人も増えており、消費と貯金のバランスが人それぞれになってきているのが現代の特徴とも言えるでしょう。今日のお話では、日本人の貯金文化について、社会的背景、世代間の意識差、貯金と投資のバランス、そして他国との比較まで幅広く見てきました。お金を貯めることは悪いことではない。でも、貯めるだけでは未来は変わらない。そういった新しい考え方も、これからの日本には必要なのかもしれません。皆さんの国では、どのようなお金との付き合い方が一般的ですか？日本と似ている部分はありましたか？それとも、全く違う考え方でしょうか？ぜひ、自分自身の金銭感覚と比べながら、今日のお話を振り返っていただければと思います。それでは、今回のエピソードはここまでです。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。このポッドキャストが気に入った方は、ぜひフォローやレビューをお願いします。次回もまた、日本について深く掘り下げていきたいと思いますので、お楽しみに。それでは、またお会いしましょう。今回は、日本人の貯金文化についてじっくりと取り上げてみたいと思います。日本人はお金を貯めるのが好きだという話を、どこかで聞いたことがある人もいるかもしれません。実際、日本人は貯金が美徳とされるような価値観を長い歴史の中で育んできました。消費を楽しむよりも何かに備えて貯めておくことの方が大切だという考え方が今も多くの人々の中に根強く残っています。とはいえ、時代は変化しています。かつては当たり前だった節約して貯めるという生活も現代の若者の間では必ずしも主流とは言えなくなってきました。今回はそうした日本人の貯金観、実際の平均貯金額、世代ごとの傾向、投資との関係、そして世界の中での位置づけなど、幅広く触れていきたいと思います。まず最初に、日本人の実際の貯金額についてお話しします。2024年の統計によれば、日本の1世帯あたりの平均貯蓄額はおよそ1800万円と言われています。これを聞いて、そんなに持っているのか、と驚く人もいるかもしれません。しかし、これはあくまでも、平均であり、実際には大きな差があります。特に高齢者世帯の貯蓄額が平均を押し上げているという背景があります。60代以上の世帯は、定年まで長く働いてきた経験があり、退職金などのまとまった資産を保有していることが多いため、貯金額も自然と多くなります。一方で、若年層の貯金額は決して高くありません。30代の平均は約500万円前後、
40代では800万円程度。さらに、貯金が全くない、または100万円未満という世帯も決して珍しくありません。生活費を稼ぐだけで精一杯という人も多く、将来に備えて貯金をする余裕がないという声もよく聞かれます。では、なぜ日本人はこれほどまでに貯金を重視するのでしょうか。その背景には、いくつかの社会的、文化的な要因があります。まず第一に挙げられるのが、将来への不安です。日本には公的年金制度があり、一定の年齢になると年金を受け取ることができます。しかし、少子高齢化の進行によって、年金制度の持続性には大きな疑問が投げかけられています。若い世代の中には、自分が老後に年金をもらえる保証がないと考えている人も多く、その結果、早いうちから自助努力で貯金を始める人が少なくありません。また、医療や介護の費用も重要な懸念事項です。日本では国民皆保険制度が整備されているとはいえ、高額な治療費や長期入院に備えて一定の資金が必要となる場面があります。さらに、親の介護費用や、自身が高齢になった時の施設入居費など、人生の後半における経済的負担を見越して、若いうちから貯金を始める人が多いのです。さらに、日本特有の教育費も見逃せません。義務教育までは比較的安価に済みますが、高校、大学と進むにつれ、特に私立校の場合は学費が大きな負担となります。大学4年間で必要な費用は、学費や生活費を含めて500万円を超えることも珍しくありません。子供を持つ家庭にとって、教育費のための貯金は極めて重要なテーマです。このように、老後、医療、教育といった人生の大きな局面でまとまったお金が必要になることが、日本人が貯金に対して強い意識を持つ理由となっています。一方で、近年は投資に対する関心も高まってきました。かつての日本では、投資危ない、ギャンブルのようなものというネガティブなイメージを持っている人が少なくありませんでした。しかし、政府が貯蓄から投資へというスローガンを掲げ、個人の資産形成を支援する制度を整えてきたこともあり、状況は徐々に変化しています。例えば、積立 NISA やiDeCo、個人型確定拠出年金といった制度は、税制優遇を受けながら少額から投資を始められるため、特に20代、30代の若い世代を中心に人気が高まっています。とはいえ、投資にはリスクがある、損をしたくないという慎重な姿勢はまだまだ根強く、多くの人にとっては、貯金が基本、投資は補助的、という意識が主流のようです。ところで、日本の貯金文化は、世界の中ではどのような位置にあるのでしょうか。世界的に見ると、日本人の現金重視の傾向はかなり特徴的です。アメリカやカナダ、オーストラリアなどでは、クレジットカードを利用して支出を管理し、同時に資産を株式や不動産に投資することが一般的です。ローンの活用も日常的で、借りて返すという考え方が浸透しています。一方、日本では借金をしないことが美徳とされる傾向が強く、クレジットカードよりも現金、ローンよりも一括払いを好む人が多いのが現実です。キャッシュレス決済は近年ようやく広まりつつありますが、高齢層を中心に現金が安心と感じる人が依然として多く、ATM に並んで現金を下ろす光景は珍しくありません。このような日本の貯金文化は、戦後の高度経済成長期に培われた堅実さや倹約の精神にも通じるものがあります。特に団塊の世代やその親の世代では、働いて、貯めて、備えるという価値観が当たり前のように教えられてきました。それが家族や社会の中で代々受け継がれてきたことも、現在の貯金重視の文化を支えている要因の一つです。一方で、時代は確実に変わりつつあります。終身雇用の崩壊、非正規雇用の増加、低金利の長期化、そして物価の上昇、これらの要素が組み合わさり、若い世代にとっては、貯金をしたくてもできない、貯めてもお金が増えない、といった現実が立ちはだかっています。その結果として、今の生活を楽しむ、経験にお金を使う、といったライフスタイルを選ぶ人も増えており、消費と貯金のバランスが人それぞれになってきているのが現代の特徴とも言えるでしょう。今日のお話では、日本人の貯金文化について、社会的背景、世代間の意識差、貯金と投資のバランス、そして他国との比較まで幅広く見てきました。お金を貯めることは悪いことではない。でも、貯めるだけでは未来は変わらない。
そういった新しい考え方も、これからの日本には必要なのかもしれません。皆さんの国では、どのようなお金との付き合い方が一般的ですか？日本と似ている部分はありましたか？それとも、全く違う考え方でしょうか？ぜひ、自分自身の金銭感覚と比べながら、今日のお話を振り返っていただければと思います。それでは、今回のエピソードはここまでです。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。このポッドキャストが気に入った方は、ぜひフォローやレビューをお願いします。次回もまた、日本について深く掘り下げていきたいと思いますので、お楽しみに。それでは、またお会いしましょう。